私初めて VTuber を知ったのは、多分2017年くらい、キズナアイが反復横跳びをしている動画だと思うんですよね。それで初めてキズナアイを見たときは、大したもんが出てきたもんだなって思って、どうやってあんなことをしてるのかとか、どういう企業がこんなことをするんだみたいな感じのことを思ったんですよね。で、その後、バーチャルおばあちゃんとか、バーチャル猫とかが出てきて、ああ、なんかバーチャル YouTuber もすげえいろんな種類のものがあるんだなって思って、で、その後2次3次が出てきて、ああ、これでも VTuber として成り立つんだ、みたいな感じのことを思ったんですよね。そんで私自身も2018年くらいにライブ 2D が触りたくて作った自分のアバターを使って実況動画を上げたのが一番最初の実況動画なんですけど、2021年になってね、ついに VTuber シミュレーターなるゲームも出てきてしまったので、今回はこの VTuber 模擬機で VTuber になっていこうかなって思います。それではやっていきましょうか。設置。背景音楽状態。回。なるほどね。開閉、開閉。この閉じると開くの漢字がめちゃくちゃ複雑っていうことは、台湾からやってきたゲームなんですかね。まあでも右上にね、ラングエージがあって、英語と日本語が選べるんで、日本語でやっていきますか。はい、ゲームスタート。本当に最初からやり直したいですか？え？ 1 回目なのにそんなこと言う？モニカ？キャラクター作成。前髪を選んでください。どれでもいいな。ストップ。はい。背中の髪を長くない？すごい。これにしよう。髪の色を選んでください。髪の色はまあ緑かな。で、目。目ね。左目と右目で変えられるんだ。職業 VTuber として始めたけど、もうほとんど貯金がない人の顔みたいになっちゃったな。服もなんでもいいな。付属品。メガネね。髪型も付属品なんだ。で、顔。眉毛。なんかいろいろ決められるんだな。名前は、のばまんちゃんと。のばまんちゃんは多分 VTuber として始めるために脱サラしたんだけど、目にあんまり光が灯ってないみたいな、そういう感じかな。町。町はあ、知らずのうちにため息を出した。手の上の請求書を手の上の請求書を見た後、周りをキョロキョロ見て、なんか翻訳に癖があるな。そしてもう一回手の上の請求書を見る。やはり、見間違ってないな。手の上に持ったのは支払いべきの請求書。家賃、光熱費、家計費、学生ローンなどなど、誰か助けよう。偉いね。なんか、自分の手の上にはこんなにたくさん請求書があるのに、誰か助けようってなる。まあでも多分誰か助けていようだと思うんだけど、私は路上のベンチに座って下を向いて存在しない誰を助けを求めている。何度も履歴書を出して何度もアルバイトを探した。結果、あちもこちも欠員がありません。と書いてある。と言っている。コロナ禍のせいで仕事探しどころか多くの会社自体も苦労しているだろう。コロナ禍も出てくるか。何か稼ぐ方法はないのかな？宝くじなんか当たるといいな。ありえないことをいいって自重するのはもう最近の日課になるみたいだ。今更実家に帰る。でもただのニートになるだろう。このままじゃ変えられないだな。日本語はめちゃくちゃなんですけど、なんかニートとかいう単語が普通に出てくるのがまた謎ですね。日本語を勉強している人が訳したのかもしれない。希望、見て、遠くの街頭ビジョンに映る広告の声がなんとなく聞こえる。はあ、今時じゃネットで何かをやるしか方法がないだろうな。ゲーム制作とか。動画から現れたのは、最近人気のゲームクリエイター、アエンが、視聴者へとのアドバイスです。まったく、こういうアドバイスは大体成功した奴らこそか言えるよな。どうせやればできるみたいなくだらないことだろう。まあそうね。でもこのアエンというやつは常に自分の作ったゲームの中に自分のことをネタにするらしい。本当なのかな？街頭ビジョンの中に映る男の噂などを考えている途中に動画がリピートした。自分の手札を見ろ。手札？これは何のカードゲームの CM か？例えば君は歌うことができるならそれが君の手札の一つだ。これは自分のできることを手札にする言い方だな。こういう比喩はそんなに珍しくないが、ありきたりの言い方と比べると新鮮だな。別に新鮮じゃないですよね、これ。なんか、スヌーピーが言ってた気がする。才能がない、手札が一枚もないという人もいるだろう。それはちょうど違うと思う。友達がいるかいないか。どちらも手札に変換できるだ。笑っちゃいけないのはわかるんだけど、なんか、日本語が面白い。何をするだ許さんみたいなね。友達がいる場合、自分をリラックスすることができる。友達がいないということも友達を作る時の話題になる。まあ、とにかく想像力かな。
この人、ただ何も考えてない、思いついたことをそのまま言い出しただけだろ。これ、主人公が辛辣すぎるな。まあでも目があんな感じだからな、仕方ないか。メンタルも大事だな。それと、ストレスへの耐性も。これらはどんな場面も必要なものだ。例えば、隣にいる司会者はこう尋ねる。あ、二人で話してたのね。例えば、君の発売ばかりのゲーム、それはいろんなバグが出やすい時期だ。そして、こんないつかバグが大量発生してもおかしくない不安定な状況で、VTuber さんくん、VTuber さんは君のゲームを実況している。あんなプレッシャーは、これ以上はあえて聞きたくないな。こんな嬉しさと緊張感を味わう状況は本当に人のメンタルを試している。特にゲーム内のセリフは全て自分が書いたから実況中に読まれているとちょうど恥ずかしいだな。だからこそメンタルは重要いいてるよ。まあでもメンタルの重要性は確かな。例えばチャットの視聴者たちは実況中の VTuber を嫁とかワイフとかで呼ぶ。あるいは VTuber さんを踏んで罵せで要求するなんで、これはあまり日本の VTuber 業界にはないですよね。いや、どうなのかな。日本の VTuber 業界の視聴者がどんな感じかっていうのはあんまり知らないんですけど、私どっちかっていうと VTuber のなり方とか VTuber によって育まれる文化とか VTuber に使われている機材とかそういう感じのことの方にしか興味ないんで、 VTuber 本人とか VTuber のファン層がどんな感じかみたいな VTuber ミームみたいな感じのこと詳しくないんであれなんですけど、日本では見てる VTuber のことを嫁とかワイフとか、あと VTuber に踏んでとか罵ってみたいな感じのことを言うみたいな文化はないイメージありますけどね。どうなんですかね。まあ VTuber によるのかな。台湾の方ではそうなのかもしれないですね。で、これらは全てメンタルへの試練だな、多分。まあ、なんだかんだすごいことを言いてるような気がするけど、でも自分の将来とは関係ないみたいだな。ああ、もし資産も手札の一種ならば、私はパソコンもいる、スマホもいる。それに今時のスマホは動画を撮ることができる。YouTuber になれる可能性も、YouTuber になれる可能性も、ダメ、顔を出したくないな。YouTuber ね。U の YouTuber と V の VTuber で分かれてるの。っていうことは台湾では VTuber が先にあって後で YouTuber が来たってこと？それとも VTuber 見てる人にとって普通の YouTuber のことを YouTuber っていうのかな？マイニングもできなそうみたいだな。パソコンと2万円だけじゃ何もできないよ。ならば VTuber になってみてはどうかな？バーチャル YouTuber。もともとさっきから VTuber のことを考えているから、今あるのは貯金2万円だ。このままじゃどうせ使い切るだけだ。まずは1万5000円を使って知り合いの絵師先生に頼んでアバターを描いてくれる。その後のことは自分で何とかする。1万5000円であの絵描いてもらって、しかもライブ 2D も通してもらうって、すげえ良心的な価格だな。非常時だからな、自分で何かを学んでなきゃダメだろう。まずは自分に1ヶ月の時間をくれる。もし15日以内、登録者数1000人にならないなら実家に帰ろう。なかなかだな。残りの日数で登録者数1000人を達成しなければならない。なかなか厳しくない？昔は VTuber だから誰でも伸びるみたいな時期ありましたけど、今はそんなことないから、2時3時とかからデビューするしかないと思いますね。これなんだろう、スキルガチャ。V ポイントガチャはランク1から5のスキルを得られます。なるほどね。配信でお金稼いで自分のスキルを買ったりするのかな？トレーニング。お金を使って知識や根性を上げられる。とりあえず配信すっか？コラボ。いきなりコラボできんの？ヒカキンとコラボ相手いないのにコラボできんの？こういう感じの VTuber か。やっぱり1万5000円じゃこんなもんだよな。でも、同説が、誰とコラボしたんだこれ。ヒカキンとコラボ。内容0。感情15。知性71。特徴0。再生数375。なるほどね。何が起きてるのか全然わかんないですけど、まあ、いいんじゃないですか。1日で65人も増えましたよ。やっぱりタイトルで嘘ついたのが良かったかな。さあ、今日も配信するか。ゲームするか。Apex レジェンドやります。いや、違うな。ソロプレデターチャレンジ。YouTube ってタイトルにキーワードを入れるのがいいんですよね。だから、Apex レジェンズと。別にプレデターくらい上手くないんですけど、ソロプレデターチャレンジって書いとけば、クリックしてくれる人がいると思うんで、配信同説が2日目にして200人。やっぱ初日からヒカキンさんとコラボしただけありますね。コラボはしてないんですけど。でも、登録者数全然伸びませんでしたね。
これコラボしかねえやな。ヒカキンとコラボ。嘘ついてコラボして、虚しいね。なんか、虚しいね。お !100、1万 ?1 万円のスパチャも来たし、すごい。さすが違うな。嘘つきだけど。雑談配信とかどうなのかな。名前も知らない YouTuber の雑談配信とか絶対誰も来ないよな。もうタイトルで目立つか。あざっざっ。よし。これで、まあ、ちょっとギョッとした人が来るかもしれない。さすがに同説100くらいっすね。100もいかないか。ザムフセフォイムフセオ QPF ゾ8イマウジェウシェオギブントネゴイエンブフォイは、思ったより人来ましたね。あと11日で800人登録者数来んのか。歌う配信は登録、登録、登録。登録、登録、登録、登録。さあ、歌う配信はどうかな。来ねえな、誰も。いや、案外来る。いや、全然来ねえわ。新規加入者55人。1日100人は登録してくれないと困るのにな。動画のアーカイブの編集してみるか。あ、コメントゼロ。うわ、クソつまんねえ。現代人はこういうものを見るの？幼稚園児の方がうまくやれるみたい。そんなひどいこと言う？登録者数も減ったし。やっぱコラボしかねえな。さあ、来い。あ、全然来ねえ。全然誰も来ねえ。あの有名 YouTuber とコラボしてんのに。登録者数、プラス18人。難しくないこのゲーム。もう一回アーカイブ編集してみるか。Twitter でこいつを叩くか。このチャンネルの存在意義がわからない。悪意がないが、お前は下手だ。このゲーム、チクチク言葉のレベルが高い。やっぱり配信しかねえな。ゲーム配信しよう。Apex やります。応援してください。なんか、ストレートにやってみるか。150人、なかなか多いぞ、今回は。しかもスパチャも7000飛んできた。なんかスパチャの単位が多いな。でも新規加入者31人なんだよな。このトレーニングとかでステータス上げなくちゃいけないのかな。この根性のステータスが上がると長時間配信ができるようになるらしいんですよね。だから、1日1回散歩でスタミナ上げて、で、生配信ではコラボ配信をすると。やっぱ長時間配信にすれば、その分スパチャとかもらえる確率も上がるのかな。今日はバツバツちゃんとコラボしますか？今日はバツバツちゃんとコラボしますか？今日はバツバツちゃんとコラボしますか？台湾って VTuber 見る人の民度やべえのかな。さあ、あと6日で登録者数1000人を突破しなくてはいけません。で、今のところ300人。これはすごい早いペースなんですけど、到底間に合いませんよ。やばいな、おかしいな。毎日ヒカキンさんとコラボしてるはずなのに、同説が100人を超えない。他のやつはここがバカだらけで言ったそうですよ。どうなってんのこのコメント欄。やばくない？あと4日で544人なんですよね。でもこれが引けるぞ。V ポイントガチャ。来い !SSR!SSR 来い学者決済時、V ポイントが大幅に向上しました。決済ってなんだ？学者による配信。オリバー・エヴァンスだな、これは。さあ、学者配信。でも、相変わらず、同説は100人超えねえな。事件発生。チャットは自分の計画反対した後、何のいい案も出さない。1、不機嫌になった。じゃあどうすればいいの？ 2、無視。3、まずは私を試させてほしいな。4、お前はどうやら VTuber 系卒業したみたいだね。かっこ煽る。このゲームのテキストね、全体的に攻撃的なんですけど。じゃあどうすればいいのでいくか。気分がプラス35。なるほどね。あと2日で519人。これもう、スーパーに行って、魚の切り身を店内で食べるくらいしないといかないんじゃないの登録者数。バトルフィールド2042リーク動画。びっくりびっくりびっくり。もうこういう方向で行くしかねえ。ダメだ。ダメだ。バトルフィールド2042リーク動画でもさすがにダメだこれ。新規加入者数22。どうなってんだこのゲーム。雑談もう最後の配信だ。これはもう、ダメだ。渋谷のスクランブル交差点に布団敷いて寝る配信。もうこれしかないんだ、私には。1日で500人稼ぐにはこれしかないんだ。でも同説が低い。しかもコメントもつかない。渋谷のスクランブル交差点に布団敷いて寝る配信。新規加入者39。てんてんてん。
いきなりタイトル画面に戻された。マジか。ノーバマンちゃん2。ただこのゲームね、周回要素があるらしいんですよね。ほら、学者とかまだ持ってるし、根性も31でしょってことはよ、次の15日間は毎日、この散歩無料の散歩をして体力上げるか。とりあえず、ノバマンちゃん2は、実家に帰るまで毎日バイトをさせたんで、お金が9万1000円貯まりました。で、あともう、2回くらいバイトしたら、10連ガチャを使ってちょっとスタートダッシュ切りますか。来い !SSR! サブスクリプション中。技術タレント小。それぞれが何をするのか全然わからんけど、サブスクリプション確率が改善されています。どういうことなんだこれは。登録者数が増えやすいってことかな。早速やるか。ヒカキンとコラボ。同説はだいたい100くらい。あんまり前回と変わってないっすね。ただ、根性はめちゃめちゃ増えたんで、配信時間はめっちゃ伸びますね。配信時間が伸びると、このバーが溜まっていくんですけど、このバーがマークの部分まで来ると、選択肢が出るんですよね。で、選択肢を選ぶと、どれを選んだに関わらず、この内容、気分、知性、特徴のどれかが上がって、配信の質が上がるんですよね。結局どれを選んでもいいんですよ、これ。で、これが上がると、視聴者も増える。ほら、同説500人。すげえな。新規加入者209人。すごっ。これもう15日くらい根性上げて暮らそうかな。1日に使えるスタミナは5なんで、バイトを2回して根性を上げて、稼いだお金で2000ドルかかる映画を見て、ステータスを上げる。天才的プランだな、これ。いいや、配信してみるか。すごい。いきなり同説200人から始まったぞ。やっぱり、このゲーム、1周目はステータスを上げ続けるのが正解だったか。310ドルのスパチャ。260ドルスパチャありがとうございます。みんな、アイコンがついてないんですけど、これ、大丈夫ですか？ヒカキンとコラボ。新規加入者409。すごっ。ちょっとステータス上げただけでこんななるか。雑談配信。もはや、ステータスが高ければ、何配信したところで人は来んのかな？今、同説いきなり300人、400、500、600、すごっ。たまに1000人いきますね。すごい、同札3000、4000、すごい。なんだこれ？何事？ 6000、7000、8000、9000。マジか。何これ？私も同説9000人くらい行ってみたいわ。画面の中にいる女の子はくるみという、最近人気がある VTuber でピンク色の髪に制服着ている JK 型 VTuber です。明るく楽しい性格でいっぱいなファンを魅了したわざわざチャットを送る VTuber 先輩もいるらしい。羨ましい。自分も VTuber をやっているからこの子の凄さが理解できる。とにかく可愛いだな。いつかコラボしたいな。いやでももっとすごい人とコラボしてますけどね、毎日。毎日。じゃあまず最近何の生配信やっていいかちょうど考えてみよう。うまくいくといいな。もし15日以内に5000人登録者数にならなかったら実家に帰ろう。なんだこのゲームの目標。とりあえずスキルガチャ引くか。来い。根性タレント局。人気王。学者またが技術タレント大。わかんないけどそんなに良くなさそう。コラボ配信属性が大幅に向上しました。人気王。じゃあまたやってみるか。すごい、このステータスの上がり方がね、尋常じゃないですよ。で、このステータスが上がると、同説も増えていくんで、やっぱり長時間配信は大正義ってことなのかな？新規加入者1198人。VTuber 始めてまだ1ヶ月も経ってないのに、同説が2、3000人ずっといるぞ。これ、人気すぎるでしょ、この人。ただやっぱ思ったのは、このトレーニングの効果、ちょっと尋常じゃなく効率がいいんで、来週までになんとかって言われたら、とりあえずトレーニングした方がいいっすね。で、手持ちの現金をすべて、このトレーニングに当てる。かなりストイックな人ですよ、この人。さあ、そろそろ配信してみっか。この配信ステータスがどんどん上がっていく。ただ体感、気分が上がるとね、同説増えるんですよね。すごい、同説今18000いったぞ。いや、やっぱりこの気分関係あるな。この魅力、技術、感情、知性の中で一番気分のステータスっぽいのはやっぱり感情かな。とりあえずね、感情のトレーニングだけを積んでるんですけど、
根性と感情だけの YouTuber ってやだな。偏見かもしれないけど、緊急事態宣言中にバカ騒ぎして文春とかに抜かれそう。さあ、登録者数5000人突破だ。私は思わず部屋の中に叫んだ。これはすごい。自分ができると思ったことない。いやいや、実は思ったことある。とにかくこれはすごいことだ。同説が2万人近くいて、登録者数5000人ってちょっとおかしいですよ。新しいトレーニングを開放しますだ。そうか。もし15日以内1万人登録者にならないなら、エンドに入る。なるほどね。まあ余裕だと思いますけどね。よし、やってみるか。相当感情上がったんで、この気分とかめっちゃ上がるんじゃないですか？ 255、258。そういうわけでもないか。てか、配信2回しただけで登録者数5000人増えましたわ。スキルガチャ来い！暴言！全タイプの配信属性2倍に向上。20% の確率で配信終了。つけてみるか。しかしこの、いきなり終わった言っちゃいけない暴言を言って、配信終了してしまいましたね、いきなり。これは良くないタレントですよ。配信が強制終了するレベルの暴言って何言ったんだろう。大悟ですら大丈夫だ。ただやっぱこのステータスをまんべんなく上げても、同説は1700人とかなんですよね。でも登録者数は4373人。やべえな、1回の配信で4373人登録者数って。私の動画もそんな感じになんねえかな。根性を上げまくったおかげで、このステータスがね、1万とか超えるようになってきましたよ。ただ、同説はそんなに上がりませんね。それぞれのステータスがどう関係してあるのかがわかんないな。はじめまして、アレックスと申します。アレックス3ヶ月前デビューした個人税 VTuber。個人税 VTuber っていう言葉も出てきたわけ？すごいね。個人税 VTuber も通じるんだな、そのまま。なにこれ？登録者数の購入ができるんだ。買うか。1000万かけて5000人登録者数が増えましたと。しょうもな。すげえな、同説5万人とか。明らかにさっきのアレックスより人気あるよな、このノバマンちゃん。すげえ、同説13万。何事これ。何事なのこれ。トップ YouTuber っていうか、ちょっとおかしいぞ。すごい。動画のアーカイブも158万再生。今日から DD やめます。人としてこれを見ないといけないだろう。素敵すぎる。今日からファンになります。動画1本上げて、収入も300万円。やば。普通に配信して2万とか言って、たまに調子いいと15万とか同説来るっていうのはもう、日本の VTuber 全て足したくらいの人気があるってことなんじゃないの？それとも、この世界では人口が20倍くらいいるのかな？オンラインショーでもやってみるか。登録者数が13万人増えたぞ。あの後しばらくプレイしたんですけど、登録者数が2300万人を突破してしまいました。そんで、お金もね、毎日信じられない数入ってくるんで、視聴者数の成長も9億9900万、99万9999、1日の収益も2000万人とかになっちゃったんでね、毎日このオンラインショーで登録者数を増やせるみたいな状態になってしまいましたね。もうここまで来ると、オンラインショーを開いて、次へ押して、次の日。で、次の日またオンラインショーを開いて、次へ押して、次の日。ついに登録者数が9億9999万9999人。いやー、あと8日で50万人の登録者を達成しなくちゃいけないんですけど、今の登録者数が9億9999万9999人なんですよね。これ、宇宙一の VTuber と言っても差し支えないんじゃないでしょうか。世界で一番有名な VTuber になったし、今日はこんなもんにしとこうかな。では面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また。